例えば常緑広葉樹で先ほど言った、1年のもの、その代表的な木がクスノキですね。漢字でこう書きます。ちなみにね、漢字でこういうふうに書いて、このクスノキと呼びます。どちらもクスノキですが、実はもともと漢字のが生まれた中国ではこの意味はちょっと違ってまして、本当のクスノキはこちら。こちらはタブという木ですね。タブの木のがこの字を当てます。このクスノキがですね、基本的に1年なんですが、条件が非常に悪い、あるいは健康でない、条件が悪いというのは、例えばクスノキが生育できる限界の寒さ、狩りはしないけれど非常に厳しい寒さにさらされた時は、クスノキは葉っぱを早く落としちゃって、ちょうど真冬一番寒い時に葉っぱがなくなってしまって、春発芽するまでの間、ちょうど落葉樹みたいになることがあります。それから健康でない、環境は別に悪くないんだけれど、木がちょっと弱ってるんじゃないかなという時はですね、やはりクスノキは葉っぱが寿命が短くなって、やはり同じように落葉広葉樹みたいにな時期があるということですね。クスノキの個々にそういう木があっても、クスノキの林へ行くと全体に全部がそういうわけじゃないから、大体常緑樹として扱っていいわけですね。それからカシは、いろんな種類がありますが、落葉性のカシっていうのはありません。落葉性のカシっていうと大体奈良という名前になってカシとは言わないわけですね。カシは分布が非常に限られていまして、世界的に見ると分布があるのは日本、それから台湾、中国南部、ベトナムのとか、それからネパルあたりまでのやや標高の高いところ、亜熱帯地域のやや標高の高いところ、そういうところにずっと分布しております。ヨーロッパやアメリカにはカシの仲間はありません。ただカシという名前がついているヨーロッパの木もありますね。例えばコルクガシあります。コルクガシ、なんでコルクガシかというと、実はその木がですね、常緑だからですね。でも実はカシの仲間ではなくてですね、奈良の仲間なんですね。いわゆるコナラとかクヌギとかですね、あるいはカシワとか、そういう仲間の方に分類学的には近いと。常緑だからカシという名前がついているということですね。で、日本にも常緑の奈良があります。それはウバメガシですね。ウバメガシは備長炭を取る木で非常に有名ですが、この備長炭を取るウバメガシはあまり大きくはなりません。普通のカシみたいに背は高くなることはないですが、それでも大きい木になると10メーターを優に超えて20メーター近くなることがありますけれども、そういうウバメガシも葉っぱがですね、奈良の仲間だけど、その葉っぱは数年ついています。カシも条件がいいところではだいたい私が数えたところではですね、5、6年ついてるわけですね。5年から6年ついています。ところがですね、この5年から6年ついてるのはこれ一番条件が良い時にたまたま私が数えた木であって、普通はそんなに長く持たない。公園なんかでカシを見ているとですね、大体その葉っぱ、ここはこの部分は今年の葉っぱだなと。はい、これは今年の葉っぱですね。はい。で、ここからここに去年の葉っぱがついてますね。はい。それからここにも一昨年の葉っぱがついてる。
こうやってここからここまでは、今年だ、ここからここまでは去年だ、ここからこれが2年前だというふうに数えていって、だいたい5年ぐらい遡ることができたという気があるんですが、実はこういう5、6年ついてるっていうのはめったになくて、だいたい3年ぐらいで終わってしまうことが多い。